今回ですね、ご紹介するのは注染手ぬぐいです。いらっしゃいませ。こちら日本手ぬぐいなんですけれども、はい、外国人に人気の手ぬぐいってどういったのがあるんでしょう。もともと日本の伝統柄だったもので、今ちょっと流行ってるこちらのシリーズだったりとか、あとは浮世絵のものだったりとか、あと結構人気なのがこういう動物の柄だったりとか。葛飾北斎のこういう富士山とかがやっぱり海外の人は人気なので、ザ・日本っていうような柄が結構人気がありますね。やっぱり手ぬぐいってこうやって畳まれてしまうと、なかなか柄が見えないんですけど、手ぬぐいの魅力っていうのが半減してしまうので、こうやって広げて大柄を飾ることも今は多くなってきましたね。世界でも類を見ない日本独自の染色技法、注染。その名の通り染料を注ぎ染める技法です。今から木枠に型紙を貼っていきます。こちらの型紙、和紙を3枚重ねて柿渋というものでコーティングしている伊勢型紙になります。こちらをしっかりと貼らないと柄が歪んでしまって、この後の糊付けの作業に影響が出てきてしまうので、しっかりとここは貼っていきます。はい、でこれで型が貼り終わりました。でここの3本の釘ですね、123本の釘に123本ですに固定して、何度でも同じ場所に型紙が降りるようにしていきます。でこちらのヘラという道具で糊をつけてきます。糊の樽にこうやって結構トロトロしてるもち粉とぬかでできてる糊になります。防染糊、染まるのを防ぐ糊と書いて防染糊と言いまして、その名の通り糊がついてるところは染料が弾いてくれるので、ここの折り返しですね、ここがきっちりいくように下ろしていきます。均等に糊をのせなきゃいけないので、薄いところとか濃いところが差があってしまうと染めのムラになっちゃうんですよね。こう糊が薄いとそこに染料が割り込んで入ってきてしまって、防染がしっかりできなくなっちゃうので、鋭利な角が丸く出ちゃったりとか、結局糊をこうつけた後にまた生地を重ねて重ねてなので、糊が厚すぎると糊が潰れてしまうんですね。でこれで今白い生地に全部糊がつき終わりました。でさっき言ってたようにこの捨て生地ですね、保護する布を戻していきます。この白い生地のまま染めてしまうと、網の台で染めた時にこうゴミだったりその跳ね返りの染料だったり汚れが
ついてしまうことがあるので、このステッキ地にも糊をつけないと染める時にどこに柄があるか分かんなくなってしまうので、こちらの上にも目印のためにしっかりと柄を置いていきます。はい、じゃあ移動しておがくずをのせて、この糊のベタベタを取っていきます。じょうろを使って染めます。で、今日は棒ぼかしをするので、2色染めるときはぼかしたいところ、今だとこの棒のところですね、を先に、染めてきます。ここの棒のところで1色だけだと止まらないでどんどんにじんでいっちゃうんですね。なのでそのにじみをもう反対側から違う色をかけてこう押し戻してあげるようなイメージで2色異なる色で均等に染めていくとぼかしができるので染めてきます。ここのラインをしっかりと同じスピードでかけていきます。で、周りもかけていきます。注染って結構この材料自体も結構気まぐれなので、糊もその日によって調子が違いますし、染料も今日すごくいい色が出たからといって明日同じ温度で同じ分量で作ってもその色が出るかって言ったら出なかったりするんですね。なので毎日勉強しながらやってます。はい、こちらコンプレッサーなので空気の通り道を全部今から塞いでいきます。せーの。はい。もうだいたい色がわかりますね。そうですね。これで。これからこの酸化剤っていうものなんですけど、染料が硫化染料といいまして、アルカリ性の染料なんですけど、それを今度酸性の酢酸っていってお酢をこうギュッと濃縮したようなものなんですけども、その液体をかけてアルカリ性の染料の上に酸性の液体をかけることで化学反応を起こしまして発色を促していくっていう作業をしていきます。こうかけていくとちょっと色の鮮やかさが、特にこのブルーなんて分かりやすいと思うんですけど、色が変わってきてるの分かりますかね。こっちとこっちで全然色が違うので、これをかけて色の定着とあと余計な染料を洗い落としていきます。これで踏んできます。はい、じゃあこちらで完成になります。こんな感じで仕上がってます。注染の特徴で裏表同じように染まるので、ここか同じように染まってますね。はい、でこれを洗いに行きます。水に溶けやすいもち粉とぬかなので、今ちょっとこのようにほどいていくうちにどんどん白く糊が溶けて戻ってきますね。
仕上がりがこんな感じになりました。はい、間のところがぼかし染め、さっきやった棒ぼかしで粋な感じで染まりました。はい、じゃあ染め上がったので伸ばしていきます。よいしょ。はい、すごい手ぬぐいだと結構皆さん手ぬぐいのサイズで染めてるって思われる方いるんですけど、こうやってこう一本のこう長い生地に伸ばしてこう折り返して染めていくので反物の状態に長く伸びるようになってます。なかなかこの状態見る機会ないと思うので、皆さん結構ここで感動されていかれますね。この後カットして手ぬぐいサイズにしていきます。はい。で、さっきと違うところがこの筒のりというもので色を変えたいところにブロッキングでのりを引いていきます。柄の周りですね。で、なるべく高く引かないと中に入れた染料が飛び抜けていってしまうので、なるべく高めに線を引いていきます。けどやっぱり中世の特有のぼかし染めっていうのを入れていきたいので、そういった時は柄の上に線を引いていきます。分けたいところでこのように線を引いていきます。とかあとこんな感じ、もう本当にその人の好みなんですけど、尻尾だったりとかちょっとお顔のところからとか。ぼかすところから同じタイミングでかけていきます。で、蒸しやすい。はい、止めて外向けて。酸化剤をかけて見てるとちょっと色の発色が明るく鮮やかに変わってってますね。結構やっぱ青とか黄色が分かりやすくて、中線のいいところというか、ちょっと楽しみなところは染めて洗って乾かすまで仕上がりがどうなるか分からないところなので、はい、いきます。はい、これで完成です。こんな感じで綺麗。ぼかしがいってますね。反対側を見せて。はい。いいですね。はい。腰も綺麗にカラフルに。コロナの影響で何かありましたか？お祭りとかがなくなってしまったので、その手ぬぐいの発注とかがすごく激減してしまって仕事がなくなってしまったってこともあったり、あとその高齢っていうこともあって結構型紙の職人さんたちが結構一斉に辞めてしまって、でちょっと困ったなってことがありましたね。ちょっとね、今までもいろんなこう時代が変わってきたと思うので、それでその度にどんどんその時代に合わせたやり方でこの中線っていうのも成長っていうか乗り越えてきてるので、今ちょっと一つのその乗り越えなきゃいけない時期なのかなっていうところで。伝統工芸を守っていくために何かされてることってあるんですか？やっぱりその昔の需要と今の需要って変わってきてるので、やっぱり手ぬぐいだけとか浴衣だけだとどうしてもやっていけないところがあるので、その中線でシャツを作ってみたりとか、おぐるみとかストールとか、袋だったりとかいろんな、うちはもともと和ざらしっていう会社でさらしの生地染色っていうよりもそのさらしの生地を
販売してる工場なんですね。なのでうちのその上質な生地とその注染の技術を合わせて、何か新しいこの時代に合ったものづくりをなんかしていかないといけないなって感じてますね。はい、こちら同じ手ぬぐいと同じ注染の技法で染めたんですけども、でこちらのストールの特徴なんですけど、生地がダブルガーゼになっておりまして、このように袋状になってるんですね。でこちら染める時はもうこの1枚で染めてるんですけど、このようにちょっとこう使っていくうちにずれていく、こういうちょっとずれた感じもまたおしゃれになるのと、あと素材が綿 100% なので洗濯機で洗えますし、洗えば洗うほどこう肌に馴染んでくるので、すごく使い心地がこう優しくなってきます。夏に涼しそうですよね。そうですね。特にこのシャツは綿の他にちょっとよく見ていただくと格子状に線が入ってると思うんですけど、これが麻の素材になっておりますので、綿と麻がこう一緒に織り込まれていて、ちょっとシャリ感も出て、ちょっとこう涼しげなイメージで仕上げております。風通しも良さそうです。そうですね。であとはこのようにエコバッグが今で、こちらも上の注染の手ぬぐいで作ったんですけど、それをレジ袋、本当にもうコンビニとかで配られるようなレジ袋の形にして、もう一つが今度ですね、あずま袋って言いまして、物を入れた後にご自身で風呂敷のようにここをこうやって結んでいただいて、そうしますとこれが持ち手になってカバンになるっていう、これ結構昔から古くからこのように使われていたっていうものですので、エコバッグシリーズ手ぬぐい袋とあずま袋が今人気になってきてますね。浅草にお越しの際はぜひ東京本染館に遊びに来てください。